ちょんちょんとアクション入れて、そして食わせるまで食えという感じで、この釣り方を小難しく表現したらアジングとかちょっとエッセルでやってたらちょっと大きいサイズの魚かかりました。おー、すごい入った。いや、ありがとうございます。それではいただきます。はい、こんにちは、矢野です。今回はお隣の大分県へアジングに行ってきました。八幡浜からフェリーで臼杵に渡り、美しい海岸線を眺めながら一路ポイントへ。今回の兆候は満月回りのタイミング、しかも初めて訪れるポイントです。果たして初場所でのアジングでアジを釣ることはできるのでしょうか。今回は初めての場所なので、状況に合わせていろいろな釣りを展開できるように準備していきます。まず1つ目のタックルはシャバスにイグジスト SF2000 のハイギア、ラインはシンカーアジングの 0.2 号にリーダーはフロロの1号、レンジクロスヘッドにワームはイージーシェーカー 2.5 インチ、そして2つ目はアジドー 5G S622L に2号ルビアス STSF2000 のハイギア、アジの糸ワンモア 0.3 号にリーダーはフロロの1号、レンジクロスヘッドにイージーシェーカー 2.5 インチ、そして3つ目は自作のアジングロッド7フィートチューブラ、そしてリールは17スティーズタイプ1ハイスピード、ラインはザ・ワン 0.4 号にリーダーはフロロの2号、レンジクロスヘッドギガにイージーシェイカー 2.5 インチ、そして他にも遠投のタックルを準備して状況に合わせて使い分けをしてアジを狙っていきます。さあ、そしたらだいぶ暗くなって常夜灯の効果も出てきたのでアジを狙っていきます。ちょっとね風が強いんで釣りにくいところではあるんですが、どうでしょうか。でここはちょっと初めての場所なんで、どういった感じでアジが釣れるのかっていうのがいまいちわからないんですが、明るいうちに海底の地形変化があるところはざっくりと探ったので、その辺りを重点的に攻めていこうかなというふうに考えています。とりあえずちょっとセオリー通り表層から探っていきます。ちょっとあんまりアジの気配が明かりの中では見えなかったりするんで、レンジを入れて探ってもいいんですが、ちょっととりあえずは表層から探っていきます。でちょっと当たりがなかったんで、次はレンジを入れます。ちょっとね風がいろいろ吹いてきて釣りにくかったりするんで、竿を下に下げてレンジを取っていきます。ラインが煽られるようだったら、今ちょっとシンカーにぶつかっているのでこれをエステルに変えたいと思います。ちょっとレンジを入れて探っていきます。もう釣り方はちょんちょんとアクションを入れて、そして食わせの間という感じの、もう超シンプルで簡単な釣り方です。ちょんちょんちょんとアクションを入れて、そして食わせの間で食えという感じで、狙い通り食わせの間のタイミングで食ってくれましたね。いいですね、美味しそうなアジ釣れてくれました。ちょっとかかりどころが悪かったんで外れましたね。でもいい感じでうまくバッカンに入りました。20センチちょいぐらいですね。20か21ぐらいです。で今回ちょっと小さいクーラー持ってきていないので、バッカンで血抜きの方をしていきます。もう円髄部分にスッとこのウニ切りバサミを入れて、そしてパチンと切って、そして塩氷につけてジャバジャバジャバーと血抜きします。もうバッカンで血を抜く時も、氷は今回、入れています。そして塩をしっかりと抜きます。よし OK。 どうしても夏場こういったバッカンで血抜きする時は海水温が高くなったりとか気温も高いので、魚が結構血抜きしている間に傷んだりするので、もうこういったバッカンで血抜きする時も氷を入れて極力冷やすようにしています。これが冬場だったらそこまで気にしなくてもいいんですけど、おっと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 夏場は極力ね冷やすようにしています。とか言ってたらファーストホールで食ってました。同じぐらいのサイズですね。20センチちょいのアジ釣れてくれました。で使っているワームはイージーシェイカーの 2.5 インチ、バス用のワームだけどアジがめちゃくちゃ釣れるという、もう置いていない釣り具屋さんを探そうが難しいというぐらいですね、めちゃくちゃ人気のワームです。いやー、大分県でもよく釣れますね、イージーシェイカー。もう釣り方は基本的にもう投げてレンジを取って、そしてアクションと食わせの間を交互に入れるというだけの超シンプルで簡単な釣り方です。今投げてレンジ取りました。そして軽く糸吹けを取って、そして
ちょんちょんちょんとアクション入れて、そして食わせの間。ちょんちょんちょんとアクション入れて、そして食わせの間。この食わせの間のタイミングでだいたいアジが食ってくるので、この時にこう合わせてやってかけてやるというですね、もう超シンプルで簡単な釣り方です。この釣り方を小難しく表現したらアジングとかなんか小難しい表現になるんでしょうが、簡単に釣れるものをそう難しく表現するのは個人的にどうかと思いますね。というのはあれなんですが、ここの背骨切る感じでポツンと入れて、そしてジャバジャバジャバっと血抜きします。さあいい感じで釣れているので、また同じところを狙って数を釣っていきましょう。いや、やっぱり初めての場所でこうパターンにはめてポンポンポンと釣るのは面白いですね。大分県も魚が結構濃いエリアになってこうアジがいるっていうのもあるんですが、大分県も愛媛県の対岸なんで割と似ているところはあるんですが、やっぱそれでも多少なりとも地域性があったりするんで、ワームのカラーがちょっと好みが変わるとかそういったのもあったりするんですが、今のところあんまり関係なくイージーシェーカーがいい感じでパターンにはまってますね。よし、ちょっと当たりがなかったんで投げる方向を変えてアジを探したりとかレンジを変えながら探していきます。よいしょ。投げて横風を受けないように竿を下に下げてレンジを取っていって、10カウントぐらいでちょっと釣れていたので、もう少しちょっとレンジ入れてみます。カウント10までの結構上の方のレンジで火星の高いアジを今のところ釣っていたけど、ちょっと今反応なくなったのでレンジ入れていきます。でアクション入れて食わせの間。食わないかな。風でラインが折られる。これは狙ったレンジに入ってないかもしれないな。シンカージングだったらどうしてもシンカージングは 1.41 の比重があるので P ラインよりかは潮なじみがいいんですが、どうしても編み込んでいるラインなので横風とか潮の影響とかはやっぱりエステルと比べたら受けやすかったりするので、よし、そのあたりちょっと気をつけないといけないんですが、うまく今回レンジ入ってくれましたね。よいしょ。ちょっとサイズが上がりましたね。22か 3ぐらいかなぐらいです。見た目なのでざっくりですが、喉奥にかかってくれてますね。ここだったらもうバレることないですね。よし、ちょっとレンジ入れたらサイズ上がったので、もう一回ちょっとそこの方もう少しレンジを入れて釣ってみます。風の向きがちょっとコロコロ変わりますね。さっきまで右から左になったのが今度正面向きに変わったりとかで、割と風向きがコロコロ変わるんで、ちょっと竿の角度をうまく調整しながらやらないといけないところがあるんですが、よし。本当アジングを難しく考えないことですね。もう投げてレンジを取ってアクションと食わせの間を交互に入れる。で潮の上の方に投げて、そしてちょんちょんとアクションやって、そして食わせの間をちょっと長く入れたら潮に伸びるのでドリフトみたいな感じで、もうほんとシンプルで簡単に考えるのがいいですね。難しく考えてもしんどいだけなので。である程度釣ったらこのようにジップロックに先にアジを移しておきます。そして閉めて集合量を作ったクーラーに水に触れないようにして冷やしておきます。もうパターンをつかんでジグヘッド単体ではある程度風が釣れたので、あとは違う釣り方とかいろいろ試しながら数を伸ばしていきたいと思います。よいしょ。ちょっとエッセルでやってたらちょっと大きいサイズの魚かかりました。多分ねパッチャンと跳ねたんでスズキだと思うんですが、なかなかいいサイズがかかりました。おー、走る。これもまた取れたらいいな。もう竿は立てずにゆっくりと寄せてきます。海が見えた。逃げてきた。跳ねた。かっこいい。そろそろ空気吸って弱ったかな。すごい。最後の一踏ん張り。
入った。いや、ありがとうございます。大きい。ありがとうございます。おっと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 。あたららら。うわ、すげえ。がっつり、レンジグロス、喉奥にかかりました。2が1号だったけど、まあ、ドラゴン緩めだったね。なんとか取れました。これで、脳締めして、グッと。できて。よし、しっかり吸って、血抜きします。エステル 0.35 で、62、3センチの平続き、取れました。いやー、疲れたけど、なんとか取れてよかったです。ただいま帰ってきました。いや、大分のアジングめちゃくちゃ楽しかったですね。で、今回持って帰った釣果がこちらになります。美味しそうなアジが30匹ほど、ドーンと平鈴木、サイズは65センチほどありました。釣ってすぐにこのようにドーンと見せたかったんで、口の中に指を突っ込んだんですが、哀れて指がズタズタになりました。いや、やっぱり歯の鋭い魚をバス持ちしたらダメっすね。で、アジとヒラスズキともにエラと内臓だけ出す下処理だけしておいて、そして数日間冷蔵庫で寝かせてからいただこうと思います。アジの下処理は指でまずエラをつまんでプリッと出してやって、そして内臓を出してやります。一応内容物チェック。もう産卵が終わってますね、この個体は。特に食ってるものもないかな。内臓を出した時に何を食べているかとか、卵を持っているかとか、そういったところをチェックしておくと、その時の状況とか今後の兆候パターンとかを予測することができます。そして水で血をしっかりと流してやって、内臓の部分とエラの部分にキッチンペーパーを詰めて、全体にもキッチンペーパーを巻いて、この状態で冷蔵庫で数日間寝かせておいて、残りは実家でお裾分けします。じゃあ次、ヒラスズキの下処理やっていきます。やっぱヒラスズキ顔がかっこいいっすね。普通のスズキとヒラスズキの見分け方、顔とかの見た目とか、あと色合いとかでも見分けができますが、個人的にはやっぱヒラスズキの方が味が美味しい個体が結構多いんで好きですね。普通のスズキも釣る場所とか時期とかによったら結構美味しかったりするんですが、やっぱり結構個体差というのがあったりして味にばらつきがあるんですが、このヒラスズキに関してはどの個体でも安定した美味しさがあるというか、外れが少ないですね。個人的にヒラスズキは40センチぐらいのサイズが一番美味しいと思っているんですが、65センチぐらいの大きいサイズも結構超えていたら美味しいんで好きですね。何か美味しいサイズっていうのもあるけど、こういった新鮮な釣った魚は大体美味しかったりするんで、美味しく食べれるように頑張って調理していきます。そしてお腹も開いていって、エラを切って内臓を取ってやります。そして膜を開いて、よし、これで血を流していきます。でこの時にもこういった血とか残ってるのもしっかり取って、そしてお腹の部分にキッチンペーパーをしっかりと詰めてやって、この状態で冷蔵庫で寝かせて後日いただきます。さあ、そしたら2日間冷蔵庫で寝かせました。いい感じで熟成できてますね。で、今回何にして食べようかなと結構迷ったんですが、ちょっとね、アジフライで美味しい食べ方があるので、久々にアジフライでいただきたいと思います。最近ね、生の料理が続いていたので、久々に火を入れるアジ料理もいいかなと思ってやっていきます。
でまず最初に鱗から取っていきます。全体をバーッと鱗取りできれいに鱗を取っておきます。そしてゼイゴを先に今回は取っておきます。これが刺身だったらゼイゴ取らなくても皮を剥ぐので問題ないんですが、アジフライはゼイゴがあったらちょっと口に当たるので先に取っておきます。このゼイゴはアジが外敵から食べられにくくするためについているという説もあったりとか、いろんな説ありますが、僕がこのゼイゴが嫌なのは、釣っている時に糸がこのゼイゴに当たってちょっと傷が入って切りやすくなるということがあるので、それがちょっと嫌ですね。特に40センチを超えるアジとか大型のアジになってきたら、このゼイゴも結構鋭いので、ここにラインが当たって、そしてプチッと切れてしまうといったこともあったりするんで、それがやっぱりちょっとこのゼイゴでは嫌な思い出がありますね。でゼイゴを取ったら頭をバスンと落として、そして3枚に下ろしていきます。ぐっと包丁を入れて背骨に沿うように入れて、そして3枚に下ろします。やっぱ血抜きしていたら綺麗ですね。身が真っ白、超美味しそうです。そして反対側もぐっと包丁を入れて、そして背骨に沿いながら包丁を入れて、尻尾のとこを切って反対面もできました。骨は骨せんべいでいただきます。3枚におろせたら、次はあばらをすきます。スッとあばらだけ薄く薄くキュッとすきます。そして今回ちょっとレアなアジフライもやってみたいので、レアアジフライの分は血合い骨を抜いておきます。レアアジフライにするやつ以外はもう血合い骨は取らずにいきます。このぐらいのサイズだったら普通に揚げたら血合い骨取らなくても気にならずに食べれるので、レアなアジフライでするやつだけ血合い骨取っておきます。そして米粉を入れて、アジに米粉をまぶして、手を入れてこう振るったら結構簡単につけれるので、こういうふうにやってます。そして卵をくぐらせてパン粉をまぶします。全体にパン粉をしっかりとまぶします。こちらがレアアジフライ用、こちらが普通のアジフライ用でパン粉付けができました。油を入れて、まずは骨せんべいから揚げていきます。いい感じで上がってきたら、ちょっとねひっくり返したりしてくっつかないようにしていきます。泡が出なくなったら一回ちょっと油から出して空気に当ててから、もう一回2度揚げするとカラッと上がりやすくなります。油の温度は200度です。2度揚げして泡が出なくなったら揚げていきます。ちょっと骨せんべいはつまみ食い。サクサク。つまみ食いで全部なくなりそうなぐらいうまい。次は普通のアジフライを揚げていきます。今回ねレアアジフライもあるので4切れだけにします。残りは冷蔵庫に入れて後日いただきます。いい感じで上がってきたらひっくり返して、いい感じで上がってきたんで揚げていきます。次はレアアジフライ200度で20秒だけ揚げます。10秒で反対にして
20秒経ったらパッと上げます。さあレアになっているかどうか。お、若干レア。ちょっと上げすぎたかもしれない。次は15秒ぐらいで上げてみましょう。15秒だったらどうでしょう。お、だいぶ先ほどよりレアですね。いい感じ。で残りも15秒から20秒ぐらいで、今回ちょっとサイズが小さいんでね、15秒ぐらいがいいのかなと思います。で、ひっくり返してさっと揚げます。さあ、そしたらアジフライとレアアジフライ、そして骨せんべいの完成です。それではいただきます。さあ、今回久々のアジフライということで、まだね、もう普通のアジフライからいただきます。で、今回ちょっと生姜醤油用意しました。ちょっと前にこのアジフライを生姜醤油でいただいたらめちゃくちゃ美味しかったんで、今回ちょっと試してみたいということで、やりました。生姜醤油につけていただきます。うまっ。外はサクサクで中がふわふわ、めちゃくちゃうまいです。そしてこの生姜醤油がアジフライにめちゃくちゃ合うんですよ。意外だと思うかもしれないですけど、めちゃくちゃ合います。もうこの生姜醤油がすごいさっぱりしてるので、脂っこいアジフライでもすごいさっぱり食べれますね。この組み合わせがめちゃくちゃ合います。最近僕アジフライは生姜醤油で食べることが多いんですけど、福岡のアジフライ食堂富さんでいただいた時に初めて知ってめちゃくちゃ美味しかったんですよ。そこから完全にハマって家でも真似するようになりました。衣の油っぽさが生姜醤油で食べることによってさっぱり食べれるというか、もうめちゃくちゃ美味しいです。塩とかタルタルソースで食べるのも美味しいんですが、なんか生姜醤油が一番僕好みですね。最近はもうドハマりしてほぼほぼ生姜醤油でアジフライはいただいてます。もうちょっと生姜ものせて一緒に。いや、ここまで生姜醤油がアジフライに合うと思わなかったですね。で、次はレアアジフライ。ちょっと揚げる時間がシビアで難しかったけど、さあお味はどうでしょうか。あ、外はサクッとして中はふわっとというか、なんかちょっと刺身を食べてるような、なんかすごい不思議な食感。これはこれはこれでありかもしれない。中だけレアな感じです。そしてここで今日の日本酒の登場です。今回は桜渦巻酒造さんの新白石いただきます。このお酒はすごい辛口で、飲んだ後のキレがめちゃくちゃいいので、もうこのアジフライに合うと思ってこのために買ってきました。新白石は純米酒、精米 80%、 あまりお米を磨いていないタイプのお酒になります。では日本酒もいただきます。いやー、やっぱこの新白石というお酒結構辛口で、飲んだ後にすっきりとキレがあって、アジフライみたいな脂のある料理とめちゃくちゃ相性いいですね。この新白石の白石というのは酒蔵の杜氏さんの名前で、いわゆる杜氏というのは酒造りの責任者の方なんですが、その方の名前を冠したお酒ということで、酒を仕込んだ人の名前を冠しているだけあって、すごくまっすぐで芯のある味わいって感じですね。もうほんと料理にめちゃくちゃ合うので、最近結構ヘビロテしています。辛口が好きな人にはこの新白石はめちゃくちゃ合いますね。もう今日のようなアジフライにはめちゃくちゃこのお酒が合います。生姜ものせて、生姜醤油ですっきりさっぱり食べれて、さらにキレのある日本酒で、いやー、この組み合わせ最強。そしてレアアジフライも生姜をたーんとのせて、
レアレアでやっぱり美味しいけど、どちらかって言ったらしっかりと揚げたアジフライの方が僕は好きですね。今回のレアアジフライは普通に刺身をフライにしましたが、これ筋目とかにしたやつをフライにしても意外と美味しいんじゃないかなと思ったり、また今度ちょっとタイミング何かあれば試してみます。そしてみんな大好き骨せんべい、もうこの音だけでお酒が飲みますね。うまっ。でお酒もクイッと。やっぱね、骨せんべいは鉄板ですね。特に小さいお子さんがいる家庭とか、この骨せんべいやったらあっという間になくなるでしょうね。でお酒もちょっと減ったのでおかわり。いやー、お酒も飲みすぎてしまうな、これは。そしたらいい感じでちょっと寄ってきましたが、残りもアジフライも美味しくいただきます。ごちそうさまでした。ということで今回は大分県の初場所で釣ったアジをアジフライにして生姜醤油で美味しくいただきました。やっぱりね、初めての場所でのアジングっていつもと景色が違うので新鮮でめちゃくちゃ楽しいですね。正直月夜回りのアジングだったので超過的に厳しくなるかなと思っていたんですが、予想していたよりもアジが釣れてくれて楽しめました。さらに予想外のヒラスズキまで登場ということで、なんかエステルを使ってる時に限ってこういう大物かかる時って結構あるんですよね。皆さんもないですか？かなりスリリングなやり取りでしたが、なんとか撮ることができてよかったです。網入れしていただいた青木さん、本当にありがとうございました。そして今回久しぶりにアジフライを作ってみましたが、これ生姜醤油で食べるとめちゃくちゃうまいですね。これまでは塩とかタルタルソースで食べることが多かったんですが、生姜醤油を知ってからはもうこれ一択って感じですね。そして今回は地元松山の酒蔵桜渦巻酒造さんの新白石というお酒を料理に合わせてみました。キレのある辛口でアジフライのようなちょっと脂がある料理と合わせるとめちゃくちゃ相性いいですね。このお酒辛口好きな人にはめちゃくちゃ合うと思いますので、よかったらぜひお試しください。そして今回大分県の初めての場所でアジングをしてみましたが、やっぱり初めての場所は刺激があっていいですね。今後も自分がまだやったことのない地域とかそういったところをいろいろ回ってアジングをやっていきたいと思います。個人的にいろいろと行ってみたい地域があるので、また時間を作って挑戦してみます。さあ夏真っ盛りということで、昼間はもうめちゃくちゃ暑い日が続きますが、夜はちょっと涼しくなってアジングには行きやすい時期でもあります。皆さんも熱中症には十分気をつけて、ぜひ四十住がてらアジングを楽しんでみてください。それでは今回の動画は以上になります。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後にアジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。